ってことは違うから大丈夫でしょって思われるんですけど、実はこれよく見ると、動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今回はイチジク6月の産業についてお話をしていきます。まず最初にキーワードを申し上げます。まず1つ目、追肥、誘引、芽かき、ひこばえ、病気、害虫、そして最後に落コードとなります。気になる方いらっしゃいましたら、ぜひですねチャンネル登録をしてこの後のですね動画をご覧ください。では1つ目のキーワードですね、追肥についてです。先月ですね5月のですね作業動画にもお話しさせていただきましたけども、追肥6月も必要になります。この6月の時期に昨年蓄積した蓄えた養分が切れる時期になります。これから先はですね、今もう転用してきた葉を利用して光合成をしてできた養分、そして根から吸い上げる養分を使ってどんどん葉を広げて実をつけて大きくなっていくという時期になります。追肥としてですねおすすめになる肥料は NPK の配合率でいうと一般的な10-10-10-888などで十分です。またですね6月に入りますと一軸ね着火が見られるような状態になってきます。チャレンジする方いらっしゃるかもしれないんですけども、実を大きくさせたいということで実肥えということでですね、窒素成分を抜いたリンカリ成分をですね多く含んだ肥料をまくというのもありですね。この辺はですねあくまでも検証目的でですねやっていただいた方がよろしいかと思います。安全策を取るならば NPK がですねバランスよく含まれた化成肥料がおすすめとなります。ちなみに私の方もですね6月に適するですね肥料 NPK の配合率は10-10-10となります。こちらもですね適する時に動画化しますので、気になる方いらっしゃいましたら今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。適するタイミングについてなんですけども、5月にですね追肥をされていると皆さん思うんですけども、だいたい時期的にはそれから1ヶ月後にしていただければ大丈夫です。次のキーワード、誘引になります。こちらの畑ですね、これ今後ろドーフィンになるんですけども、最終的に8月ぐらいになりますと長さ的に言うとうちは2メーターぐらいまでのね高さになります。ドーフィンもですね非常に大型の実がつきますので、このままの枝の状態で自立させて置いておきますと枝の重みに耐えられなくなってしまって枝自体がこう実は倒れてしまうんですよね。それを補助する意味ということで誘引という作業が必要になります。私の後ろにですねこの誘引の紐、茶色いのがちょっと見にくいかもしれませんけどありまして、これがうちは誘引の紐として利用しております。ただこの紐はですね実際には誘引用の紐ではなくて漁師さんが使う網ですね、漁網の修理用の紐というふうになっているそうです。なので非常にですね丈夫です。紫外線にも強いです。一度こういうふうにね貼ってしまうと5、6年ですね外に置いておいても大丈夫です。だんだんね硬くはなってきて最終的には切れるような状態になって交換していくんですけども、それでもですね非常に長持ちいたします。やり方とすればもう簡単です。これをこういうふうにね引っ掛けていくだけです。身にかからないような状態で引っ掛けていきます。6月のね最初の状態なのでまだそこまで背丈は高くありませんので、1回転とか、ちょっと長くなれば2回転ぐらいをして、あとはどんどん伸びていきますので、伸びていく段階の方で巻き数を増やしていくということになります。またですね誘引の目的として、自立の補助もありますけども、風によってですね枝がですねこう揺れるわけなんですよ。そうするとやはりですね成長が遅れてしまいます。なるべく枝を揺らさないような状態にしていただくと成長が良くなります。これは畑でですね皆さんあんどんって利用されている方いらっしゃいませんか？結構苗なんか植えますとね肥料の空き袋などを利用してこう竹でですねイボ竹のようなもので4箇所支柱を立ててこう袋、いわゆるあんどんっていうんですけども、それをかける方がいらっしゃるかと思うんですけど、あれっていうのは結局風よけですよね。この苗っていうのは水とかもですね非常にですね重要なんですけども、この風によってですね煽られて枯れるっていうことが多いんですよ。
どちらかというとそちらの方の要因のが大きいんですけども、そういう意味も含めてやはり風にですね煽られてしまいますと、小さいうちはですねなかなか成長がですねちょっと良くないんですよ。その揺れを止めるという意味での誘引。そしてもう一つ、イチジク自体はですね葉が大きいので、葉でこすってですね実を吸ってしまう、傷つけてしまうということがあります。芽かきの時にもお話ししましたけども、なるべく間隔を広く取りましょうと。で40センチぐらいがいいですよ、最低でもねっていう話してますけども、それでも葉は重なってしまって自分自身で実をこすったりもしますし、隣の枝と枝のね葉に擦れてしまって実が擦れるということもありますので、見栄えをですねあまり気にしないという話であれば大丈夫なんですけども、私は鳥農家でなるべくね見栄えの方も重要になりますので、そういう揺れてですね葉擦れを少なくするという意味でも誘引という作業は非常に重要になります。でこの誘引の作業は今からスタートしていくような状態で、もう随時ずっと巻いていくので、7月いっても8月いってもやっているという状態になります。次、芽かきですね。芽かき5月の方から地植え作業の方はスタートしております。うちもですね1回目の芽かき作業を終えておりますが、全てきれいに終わっているわけではありません。判断ができなくて置いてあるもの、あとはイチジクですね、芽かきをすることによって栄養の吐き出し口がですね減らされてしまいますので、新たに違うところから新芽を出してきます。その芽をですね成長させないために、せっかくね一つの枝に絞ってですね実を大きくさせようというふうにしているのに、他からね新しい芽が出てきてですね、そこに栄養分を取られるといけませんので、見つけましたら小さいうちにもうポキッと折ってしまう。あとですね、脇芽もねそろそろ出てくるような時期になりますので、脇芽もですね見つけたらできるだけ折るというようなことをしていただいた方がよろしいかと思います。鉢植えの方はですね5月に無理をして芽かきをしなくても大丈夫です。なんなら着火してからも大丈夫ですというふうに私申し上げました。はい、6月に入りました。そうしますともう大体ですね大きさも分かってきますので、どの芽がいいかという判断もできているかと思います。もしかすると着火もしてるかもしれないので、実つきのいい枝を残して必要のない芽はですね描いていただくようなことをしてください。鉢植えでですね芽かきを全然してないとなると、きっとですね株元に結構な芽が出てきてると思いますので、そちらのね株元ですねすっきりさせる意味で、そちらの方の不要な芽も取り除いてください。なるべくね風通しの良い状態にしていただくことによって、これからもちょっとお話しさせていただくんですけども、病気になりにくくなりますので、是非ですね株元のごちゃごちゃっとした芽をですねカットしていただいた方がよろしいです。これ地植えも同じなんですけども、地植えやってる皆さんですと分かるんですけども、結構株元からひこばえが出てきます。これもねやはり先ほどと同じ理由で、必要のないひこばえは全てですねカットしていただくようにしていただいた方がよろしいです。もちろんね更新用としてこれはいいんじゃないかというふうに残してやるひこばえは無理にしてカットしなくて大丈夫です。基本的に必要のないひこばえは全部落とすということをしてください。次にですね病気です。6月そろそろですね本州も梅雨に入ってくる時期になると思います。こちら北陸ですと6月のね初旬から中旬でしょうかねにかけて梅雨入りするということが非常に多いんですけども、そうなりますとやはり雨が降ってですね、それで急にガッと晴れて気温がですねぐんと上がりますと、梅雨の時期なんでまだ湿気が非常に多いんですよ。そうすると病気がですね発生しやすくなります。前もね疫病のお話をさせていただきましたけども、疫病のね、原因っていうのは雨が降って土中にある菌、疫病の菌が雨の跳ね返りがイチジクの実とかですね葉に付着をして、そこから疫病になるというのが原因なんですよ。そうするとやはり梅雨の時期、雨がガッと降って天気が良くなった時に株元がですねごちゃごちゃっとしてですね風通しが悪いような状態になっていると、やはり乾きにくくなるので病気になるリスクというのが高くなります。なので風通しを良くするという意味で株元をですねすっきりさせていただくということをお勧めいたします。鉢植えなどでね栽培されている方で鉢が移動できるという状態になっているのであれば、梅雨の時期はですねなるべく雨に当たらないような日差しのあるところに移動していただいた方がよろしいと思います。そうすると先ほど言いました通り病気のリスクも減りますし、あとは水管理ですね。いわゆる自分でやる水管理のコントロールがしやすくなりますので、できれば梅雨でですね雨が降っている場合はその雨の当たらないような場所に移動できるなら移動することをお勧めいたします。
次にですね、害虫の話です。6月に入ってくるとアザミウマですね、スリップスの発生っていうのが出てきます。この地区であれば6月の初旬ぐらいから発生し始めて、グラフ的に言うとこんな感じです。6月からアザミウマが発生してどんどん何もしないとですよ、どんどん増えていって7月の上旬約1ヶ月後ぐらいがピークで、そこからですね中旬に向けて減少していくんですけども、この6月から7月がですね非常にアザミウマ大量発生しやすい時期になります。でアザミウマって非常にですね小さい虫なんですよ。正直言って私の方でですね肉眼で見ることは正直言って難しいです。で今年ですね部会の方のですねそのアザミウマの調査用の畑にしていただきまして、今ですねバグズスキャンっていう虫をキャッチするいわゆる粘着の板を今畑に設置しております。週に一度ですね回収をして顕微鏡で覗いてですねアザミウマがどのぐらいついているのかっていうのを確認をして、増えてきているというのが分かったらもう消毒をしてくださいねというアナウンスが出るという状態になっています。でうちのシートは黄色です。このシートの方は青色と黄色っていうのが一般的に売ってます。でアザミウマはですね青色が好きのようで、青いシートの方にはすごく付着します。で黄色っていうのはアザミウマをつくんですけども、それ以外のね虫もつきますので、農協とすればそれ以外の状態も知りたいらしくてですね、青じゃなくて黄色のシートを貼ってあります。先週設置して間もなく1週間経つ状態が今こんな感じです。ちなみにね。でアザミウマですね、今言いました通り6月から大発生して7月の中旬にかけて下降気味になるという状態になりますので、当園としてですね対策っていうのは殺虫剤を撒くという状態になります。撒く回数もだいたい3回ぐらいですかね、撒くような状態になります。1回目撒きますと成虫がぐっといきなりいなくなってアザミウマの密度は劇的に少なくなります。なんですが実は卵には効かないんですよね。残った卵が1週間から10日後に羽化をするわけなんですよ。そうするとせっかく下がったのがまたぐんと10日後ぐらいに上がってきますので、そこで2回目の殺虫剤を撒きます。そうするとまた成虫がなくなるのでまた下がるわけですね、ぐっと。なんですけどまだ卵が残ってるわけなんですね。でまた10日後ぐらいに3回目をすることによってまたぐっと減るという状態になります。そうするといわゆる3回行えば6月の初旬、そして中旬で最後に下旬というふうにしていただくと6月を乗り切ることができますので、アザミウマのですね被害をぐっと減らすことができるということになります。ここでですねもし殺虫剤を使われる方がいらっしゃいましたら注意していただきたいのはですねラックコードになります。同じ殺虫剤ばかり利用しておりますと抵抗性を持ちまして効果が薄れてしまうという状態になります。殺虫剤を使う場合ローテーションをして使ってくださいというふうに推奨されています。アザミウマのですね効く殺虫剤っていうのはいろいろ売ってます。各種メーカーさんいろいろ出してきております。手に取ってですねじゃあこれがいいだろうというふうに買ってみると、例えばこちらの方にうちも準備してあります。こちらにスカウトフロアブルっていう殺虫剤、そしてこちらにアディオン乳剤という殺虫剤、両方ともですねアザミウマに効く殺虫剤です。うちもこちらを使う予定にはしておりますが、これ名前違うじゃないですか。スカウトフロアブルでアディオン乳剤ってことは違うから大丈夫でしょって思われるんですけど、そこで問題になってくるラックコード、皆さんね先ほど申し上げましたけどラックコード、こちらスカウトフロアブル、ここに分類が 3A って書いてあります。でこちらアディオン乳剤、名前全然違いますよね。ですがここにですね分類同じく 3A なんですよ。こちら全然違う名前ですけども分類的に言うと同じものでして、アディオン乳剤はペルメトリン乳剤、こちらスカウトフロアブルの方はトラロメトリン水和剤となっております。分類的に言えばですね同じものになりますので、1回目に例えばこちらアディオン乳剤を使って2回目にこのスカウトフロアブルを使うっていうのは推奨されてません。先ほども言いました通り同じラックコードになります。例えばこのアディオン乳剤を1回目使ったら2回目は例えばこちら、こちらスピノエースと呼ばれる殺虫剤です。こちらのラックコードは、5になるんですね。なので
3A と5は違いますので、こちらを使った後にこちらを使うっていうのは分類的に違いますので、ローテーション的には OK と。うちの場合は一番最初に JS っていうのを一番最初に巻くんですけど、これはいわゆるオルトランですね。オルトランの水和剤と同じものです。いわゆるジェネリックです。JA のみで販売しているオルトランの、ジェネリック農薬になります。1B だったと記憶してます。1B を使った後に、例えばこちらの5で次に 3A というふうにしていただければ、行動的には全部違いますので、抵抗性を生むことはなく、アザミウマをですね、効率よく退治ができるという状態になります。特にね、農薬のところがですね、一番難しいというか、あまり皆さんお話しされないところなんじゃないかなと思います。できればね、これ毎回お話ししてるんですけども、農薬を使わないで栽培ができるのが一番いいです。で、現在ですね、アザミウマにおけるですね、農薬を使わない方法で栽培していく方法っていうのは実は正直言ってないんですよ。露地の場合はね。ハウスの場合であれば、入り口にアザミウマの誘引用のものをぶら下げて、そこでキャッチしてハウスの中に侵入を減らす、少なくするっていう方法はあります。その場合は木に対するね、農薬をまくっていうことがなくなります。ただ私のように露地でやっている場合はそういうことができません。どこからでも入ってきますので、それを防ぐためにどうしても農薬が使われてしまいます。どうしてもね、やはり使いたくないというお話であれば、雑草をですね、少なくしてアザミウマのですね、住処を減らすという具合にしてください。あとはですね、タイペックって呼ばれるいわゆる白い反射シートをですね、敷くことによってアザミウマが飛んできた時に、その乱反射によってですね、アザミウマが上下といいましょうか、方向があんまり分からなくなるみたいなんですよ。うまく飛べなくなるらしいんです。それによって被害を減らすっていうこともできるそうです。はい、ということでですね、今回いくつかね、いろいろキーワードが出てきたと思いますので、こちらをですね、参考にしていただければ嬉しいです。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。